こんにちは。今日は、私が暮らしているこの部屋を紹介していこうと思います。ここに住み始めてだいたい1年ぐらいが経ちました。で、1年ぐらい過ごしてみてすごく居心地がいい部屋でいろんな工夫をしているので、皆様の何かの参考になれば嬉しいです。場所は東京にありまして、家賃は4万6千円で住んでいます。間取りは6畳の畳の部屋が1部屋とキッチンがあります。では早速、畳の部屋から紹介していこうと思いますので、最後までお楽しみいただけたら嬉しいです。まずはじめに紹介するのは押し入れデスクです。もともとは襖があったんですが、それを取り外してデスクとして活用しています。上の段にはニトリで買ったカラーボックスに木の板を置いて本棚として活用しています。そしてカラーボックスの中には趣味で楽しんでいるカメラやレンズを置いています。真ん中のスペースには花を飾ったりポスターを飾ったり好きなものを置いています。最近はこのスペースにお香立てを置いてお香の匂いを楽しんだりしています。今使っているお香は森林の香りのお香です。爽やかな匂いが癒されます。押し入れの下の部分はパソコンを置いて動画を編集したりデスクワークをする際に使用しています。床に座りながら作業するのが気持ちよくて気に入っています。机の横にはサーキュレーターを置いています。木目とグレーの色合いがこの和室にぴったりで気に入っています。そして右側にはカバンをかけています。押し入れの上の部分に突っ張り棒を引っ掛けてカバンが宙に浮くようにしています。そして押し入れデスクの前にはエバーフレッシュを置いています。前の動画を見ていただいたらわかると思うんですけど、すごい勢いで成長していて、今も新芽を出して成長中です。あとはパソコンの横に照明を置いています。これも押し入れの上の部分を活用してクリップで照明をつけています。次に部屋の反対側の方を紹介しようと思います。部屋の角には無印良品で購入した一人掛けのソファーを置いています。このスペースでは本を読んだりリラックスをしたり、とても居心地のいい空間になっています。ソファーの上には IKEA で買った照明を引っ掛けています。部屋の角に照明を持ってきたかったので、投げしの部分に照明を引っ掛けられるような木の棒を作って照明を引っ掛けています。
その後ろには私が働いている三味線の工房で作っている小さな三味線小三味チントンを置いたり写真を飾ったりしています。ソファーの横のカラーボックスの上には植物を置いています。普段はすべてベランダで植物を育てているんですが、気分によって室内に飾ったりして楽しんでいます。今日はオリーブとガジュマルを飾ってみました。このガジュマルは私が初めて買った観葉植物でお気に入りの一つです。こっちもガジュマルなんですが、こちらは種から育てたガジュマルで、この前幹の部分を曲げてみてとてもいい形になってお気に入りです。横には苔テラリウムを飾っています。中にはカメとヤモリがいて、苔も元気に育っています。窓の部分にはカーテンもかけることはできるんですが、障子の雰囲気を残したかったのでブラインダーをつけています。大きい方の窓にもすだれをつけて日を遮れるようにしています。そして外のベランダには育てている植物たちを置いています。最近は外が暖かくなってきて緑がたくさん増えて、ついついベランダを覗いてしまいます。植物の種類も増えてきたので、またいつか動画で植物の紹介もできたらいいなと思っています。和室の手前側には棚を置いたり鏡を置いたりしています。取り外している襖はここに立てかけて置いています。そして寝るときはこの和室に布団を敷いて寝ています。布団は部屋を広く使うことができるのでいいなと思っています。和室の紹介はこの辺りにして、次はキッチンを紹介していこうと思います。キッチンと和室はこんな感じでつながっているんですが、襖を取り外して広く部屋を使えるようにしています。キッチンには大きな窓がついていて、綺麗な光が入ってくるのがお気に入りです。調理器具などは壁に S 字フックをかけて引っ掛けています。光がたくさん当たっているので、キッチンにも小さな植物を置いています。キッチンにも IKEA で購入した照明を置いています。この青い色がお気に入りです。そしてキッチンの真ん中には広くスペースを使えるように作業台を置いています。この作業台は折りたたむことができて、使わない時には折りたたんで横に置くようにしています。
最後まで動画を見ていただきありがとうございます。この動画が少しでも参考になったら嬉しいです。この動画を気に入っていただけた方はチャンネル登録、高評価、コメントをしていただけると嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。